それでは大阪たこ焼きランキングスターティン。第10位うまいや。地下鉄天神橋筋6丁目駅13番出口から徒歩3分、天後中崎通り商店街、通称おいでやす通りの入り口にあるうまい屋さん。ランキングの常連なのでまたまたお邪魔しました。8個480円のたこ焼きをいただきます。ふっくら綺麗な焼き上がりですね。タコチェック。カリッとした皮の中からコリッコリのタコ。門外不出の秘伝の出汁が効いた生地と相性抜群。具材はタコと天かすと芽生姜だけ。少数精でシンプルなたこ焼きです。中はほぼ空洞でとろり溢れないけど最高のカリモチ感。これこそがうまい屋さんの人気の秘訣。食感もさることながら生地にしっかり出汁が効いてて、そのまま食べてもめっちゃ美味しい。マヨネーズ、青のり、鰹節の用意はないけど、ソースはテーブルに置いてます。甘酸っぱさが増すので、ソース好きの方はお好みでどうぞ。個人的には51対49でソースかける派に軍配。理由は途中で味変できるから。焼け残った看板が語る70年。4代続く歴史。長い間愛されるこの味をこれからも守り続けてほしいですね。第8位、カンカン。食べログ2022年年末版大阪府たこ焼きランキングで1位になったカンカンさんがここで登場。関ジャニファンの方はご存知の通り、彼らの曲に出てくるたこ焼き屋さんがカンカンさんなんです。場所は地下鉄動物園前駅、JR 新今宮駅から徒歩5分、通天閣とスパワールドの間にあります。新世界と呼ばれるこの地には、たくさんの観光客が訪れます。たこ焼き8個450円、今年から50円値上がりしたけど、それでもめっちゃリーズナブル。ソース、マヨネーズをかけてもらったふわとろなたこ焼きをいただきます。タコが飛び出てきたので最初にタコチェック。リーズナブルなのにタコがめっちゃでかいんです。しかも弾力があって存在感が半端ない。2個入っててニコニコ。外はふわふわ、中はトロトロ、ふわとろの生地にコリコリのタコ。そのギャップがたまりません。中から溢れるトロトロの生地にはしっかり出汁が効いててめっちゃ美味しい。ちょっと甘めのソースにコクを与えるマヨネーズ。風味がよく下にひっつく大きな鰹節と磯の香りが漂う青のり。すべてが絡み合う、これぞ大阪のたこ焼き。もし苦手なものがあれば抜いてもらえますよ。新世界という観光地にありながらタコが大きく8個450円ととてもお得。開店が早く、行列の割には早く帰るのも嬉しいですね。街はわちゃわちゃしてるけど、たこ焼きはシンプルでめっちゃ美味しい王道タイプ。関ジャニファンもグルメツアーの人も食べて損はしないおすすめの名店です。第6位、マルタ。ゴブゴブや用意ドンでも紹介された地元の人に愛される人気店。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、イカ焼き、たい焼き、唐揚げ、ホットドッグに真冬なのにかき氷など。メニューの多さにびっくりしてたら、うちは粉もん屋ですというご主人。テントのグッドイーツの意味はこのことですね。34年の歴史があるマルタさんは、水曜日休みで11時から23時まで営業されているそうです。これは鉄板ですかと聞いたら、セラミック製のホームプレートですね。取って取ってと自慢げに語るご主人。これなら作り置きしても乾きにくいですね。初めて見ました。タコから湯気が出るくらい保温性は高いようです。たこ焼き6個300円。オーダーまでボリュームがあります。マヨネーズをかけないのがスタンダード。お味はソースをかけるかかけないかの一択。お好みで鰹節と青のりをかけるか選んでください。タコチェック。300円なのに食べやすくて大きなタコが入ってました。めっちゃ湯気出てるし、
この大きさで国産の生タコを使うと硬くて食べられない人がいるので、タコ料理の専門店も刺身に使うモーリタニアのマダコを使われているとのこと。しっかりタコ汁が出てるし、適度な噛み応えで美味しい。ちなみに子供食堂でタコがいなんて子がたくさんいてびっくりです。外側はぷっくらしてて、中はタコ汁が溢れるトロトロ具合。爪楊枝で刺してもちぎれないちょうどいい柔らかさ。生地には鰹節やホニャララなどたくさんの素材を寸胴で炊いた秘伝の出汁がいっぱい詰まってます。なのでそのまま食べても美味しい。ご主人は物腰が低い方で撮影してもいいですかと尋ねると、宣伝してくれるのありがとうと言ってもらいました。そんな優しさに甘えて秘伝の出汁の取り方を聞いちゃおうかなと話してたら、それは言わん方がええとささやきおかみにささやかれてしまいました。とても良いご関係ですね。つけ込むようなことをして申し訳ありませんでした。大玉でタコも大きくて6個300円。寸胴で出汁を取ったたこ焼きをはじめ、安くて早くて美味しい、そしてボリュームがある、まさにグッドイーツ。地元の人たちが3代にわたりお世話になっている丸太さん。たこ焼きといえばここの味なんでしょうね。場所はバスなら下山田から徒歩3分。電車だと各線徒歩30分ほどの坂の途中にあり、万博記念公園やパナソニックスタジアムが徒歩圏内にあります。ガンバ大阪の試合の帰りに寄ってみてください。第5位、なにわや。この日は大阪女子マラソンの開催日。沿道にはたくさんの観客、そしてランナーが走り抜けました。ド迫力。たこ焼き8個300円。卵をたっぷり使ったふわふわたこ焼きをいただきます。一番の醤油を注文しました。実は生地にがっつり醤油味がついているので何も塗ってないプレーンです。行列がお店の裏まで続き、並んでると排気口から醤油のめっちゃいい香りが漂いました。見た目はかなり茶色いですね。醤油がたっぷり含まれている証拠です。タコチェック。先に出てきたのはこんにゃくでした。奥までプチってくる食感です。続いてタコいきます。ぶっちゃけランカーの中では最小です。前回よりも小さくなってるかもしれません。たとえ小さくなったとしても、タコ、油、卵、ありとあらゆるものが高騰している中、昨年秋からお値段そのまま。値段も味も変えずに提供してもらえることに感謝の言葉しか浮かびません。小ぶりのたこ焼きをパクッと放り込めば、薄皮の中から醤油が効いた卵たっぷりの優しい生地が溢れ出し、お口の中がトロトロな生地と美味しさの幸せでいっぱい。たこ焼きの中にはタコとこんにゃく、下には鰹節が敷いてあり、甘酢生姜が別に添えられてます。まるでクリームシチューのようなトロトロな生地。醤油味の出汁がしっかり効いて卵たっぷりでふわふわ。ソースやマヨネーズをつけなくてもバッチリ美味しい、誰も真似できない絶品たこ焼きでした。お好みでソース、マヨネーズ両方かけてもらいますよ。梅田や難波から御堂筋線で1本、近くにセレッソ大阪のホームグラウンド、ヤンマースタジアムや長井公園もあるので、ぜひお立ち寄りを。たこ焼きツアーには外せませんよ。第4位、花だこ。阪急大阪梅田駅すぐ、新梅田食堂街の JR 側入り口にある花だこさん。ネギマヨ6個、610円。この日は週末で長蛇の列。それでも20分ほどで着手しました。ネギが超山盛りでマヨネーズたっぷり。この雪山のようなビジュアルは一度食べたら忘れることができません。たこ焼きにたどり着くには除ネギ作業が必要です。パリッとした薄皮の中から出汁が効いた生地がトロトロ。鼻をツーンと刺激するシャキシャキのネギにはとろーり甘口ソースとマヨネーズが欠かせません。ついついマヨネーズ&ソースが足りなくなった方に朗報。
店員さんにお願いすれば、追いソース、追いマヨ、オッケー。たっぷりかかってるんで、足りなくなることはまずないですけど。タコチェック。かなりの大物が出てきました。なんと、この大きさで生タコを使用されてます。柔らかくて適度な歯ごたえ、硬くて噛み切れないことはございません。これまで何百回もこのネギマヨを食べてますが、飽きることなくわざわざ梅田に行って食べたくなる中毒性、めっちゃ美味しい。阪急と JR との連絡通路にあり、抜群の利便性、プリプリで大きな生ダコを使用し、出汁が効いた生地が触れるふわとろたこ焼き。大玉で食べ応えがあり、これでもかとかけられたネギとマヨは映えること間違いなし。支店や通販がなく、ここでしか食べられない絶品たこ焼き。梅田界隈に訪れたら、花たこさんのネギマヨは必食です。行列に並ぶ時間がない方にはテイクアウトがおすすめ。イートスペースが空く間に優先して焼いてもらいます。スタッフに持ち帰りと伝えればほとんど待たずに買えますよ。ただし、新梅田食堂街はタコ専も含めテイクアウトの飲食禁止なのでご注意を。机の幅がなくて3脚が置けず、毎度ブレブレですんません。9位、7位、3位が同系列のため同時発表します。9位、たこ焼き道楽は中、難波店。7位、たこ焼き道楽は中、道頓堀店。3位、たこ焼き道楽は中、千日前本店。特別に焼かれているところを撮影させていただきました。大きくて美味しそうなタコを丁寧に入れられてます。ちなみに油を引いてネギを銅板に巻いてから生地を流し込まれました。タコを入れたら追加で生地がなみなみになるまで流し込みます。天かすを1マス分たっぷりと入れます。コテで生地の量を慣らします。大きさのばらつきがなくなります。1人当たり128個のたこ焼きを素早くひっくり返します。竹干し1本でくるっと180度。まさに匠の技ですね。12、3分で綺麗に焼き上がりました。美味しそうな香りがたまりません。大入り8個700円税込み。100円プラスするだけで4つの味が楽しめる超お得で大人気の商品。明太マヨからいただきます。たこ焼きに明太マヨネーズをかけただけ。シンプルながら明太子の辛みがいい感じに絡んで美味しい。期間限定のお味なのでお早めにどうぞ。続いて、だし醤油。だしが効いた特製醤油と大きな鰹節がかかってます。醤油がめっちゃ濃厚でパンチ力抜群。だしが鰹節の風味を引き立てる人気の和風コンビ。そしてソースマヨ。特製ソースにマヨネーズがかかった王道の一品。フルーティーなベースに芳醇さが加わったオリジナルの甘辛ソースとマヨネーズ。人気ナンバーワンのゴールデンコンビ。ラストはネギ塩。苦味が少なくまろやかな特製の釜炊き塩。大粒で舌の上で溶けるので濃厚な塩味を感じます。ネギとの相性も抜群で出汁の風味を引き立てます。さっぱりの歯の方におすすめ。タコチェック。大きさも歯ごたえも大満足なプリップリのタコでした。外はふんわり、中はとろ。毎日何千個も焼き続けるから生まれるこの熟練の技。大阪に来たら並んででも食べたい。お持ち帰りで冷めても美味しいたこ焼きです。誰が焼いても一つ一つ味や大きさにばらつきが出ないよう、粉の配分は製粉会社に託し、タコは同じ大きさにカット。天かすは1マス分など分量を守り、受け継がれる伝統の味。行列が絶えず、知名度、人気、売上、すべてが大阪屈指の名店中の名店。口コミ数も一桁違いでこの高評価。正直、3位で紹介することがおこがましく、取材を受けていただいたことに感謝の念に絶えません。
第2位、一行く。地下鉄須橋線花園町駅下車徒歩3分。昨年8月に口コミが200件を超えて初登場1位。それからずっと1位をキープしていた一行さん。たこ焼き10個600円。昭和の雰囲気が漂う店内でいただきます。生地にしっかり出汁が効いていて、何もつけずに食べてもめっちゃ美味しいたこ焼き。タコチェック。刺身でも支えているコリコリのタコが出てきました。たまたま胴の部分で小ぶりに見えますが、他のはもうちょい大きかったです。外はカリッとしてるけど、中から生地が溢れない空洞のたこ焼き。うまい屋さんと似たタイプだけど、うまい屋さんほどカリカリしてません。そのまま食べても美味しいけど、テーブルにウスターソース、2ハイス、七味が置いてあるので、お好みでどうぞ。おばあちゃん手作りのナマスが優しくてありがたいお味。ちなみに、たこ焼き10個、キャベ玉 W、イカスピを注文された方には、おすましをサービスしてもらいました。柚子の香りが広がる上品なおすましがあったまる。片手でパクッと食べられる屋台で生まれたたこ焼き。本場大阪ならではのこの味をぜひ体験してみてください。自慢のたこ焼き以外にも、もっちりもちもちの生地、甘いソースとマヨネーズがたっぷり塗られ、イカが惜しみなく入ったイカ焼きや、すりおろし&甘酢のダブル生姜がめっちゃ美味しい、体の芯から温まるタコスープなどなど、絶品メニューが豊富です。85歳の現役のおばあちゃんが、ナマスやおすましなどをサービスしてくれる、身も心も温まる人情味あふれるお店です。西成区のたこ焼きランキングも作ってますので、概要欄のリンクからご覧ください。第1位、魔法だこ。Google 口コミで驚異の 4.9 ポイントを叩き出したたこ焼き魔法だこさん。魔法だこさんのすべてがわかる動画のリンクを概要に貼っておきますのでご覧ください。そんな魔法だこさんの特徴は、特徴1、ソースを置かない素焼き専門店。特徴2、マジックショップ魔法の杖内にあり、無料で一流のマジックを見れます。特徴3、スタッフが美人双子姉妹。彼女らの正体は、女性イリュージョングループ、ルミエル・デュ・ソレイユのメンバー。まとめると、オーナーの宝珠ゆべさんはプロのマジシャンで、ルミエル・デュ・ソレイユのプロデューサー。マジックショップ魔法の杖も運営する傍ら、趣味が高じてたこ焼きの研究をする日々。10年以上の歳月をかけて、ついに納得できるたこ焼きが完成して、魔法だこオープン。2年ほどで大阪一の高評価の店に上り詰めました。たこ焼き6個700円を注文しました。味は素焼きとマヨネーズ2種。3つの味が楽しめるトリプルにしました。こちらがマヨネーズ普通で、こちら素焼きで、こちらマヨネーズごま油。トリプル6個700円。Google 口コミ 4.9 ポイントのたこ焼きをいただきます。見た目は爆弾岩のようにゴツゴツしていますが、意外と柔らかく、強く挟むと皮が割れて、中身が飛び出しそうです。そして重みを感じます。口の中に放り込むと、サクッ、ジュワー、トロトロ。こんな食感初めてかも。今にも破きそうな繊細な薄皮。噛むとカリッを超えてサクッと聞こえそうな見事なサクサク感。皮は奥歯にはひっつくけど、ジュワトロの溢れる生地に溶かされて消える、まさに魔法のたこ焼き。タコチェック。大きなこんにゃくが出てきました。アクが全くなく、たこ焼きにアクセントを与えます。続いてこの大きなタコ。日本の様々な名産地のタコを試しましたが、この大きさだと弾力がありすぎて歯が悪い方には食べられません。そこで海外に目を向けてたどり着いたのが、このグラム数、弾力、塩味ともに満足がいくマダコ。硬すぎず、柔らかすぎず、タコの旨味を存分に感じる適度な歯ごたえ。大きさも大満足。
見てください。このじわとろな生地。オーナーが10年以上かけて編み出した秘伝の味。寸胴で鰹節だけでも数種類。他にもあれやこれやと言いたいけど言えない。様々な素材をじっくり煮込んだ魔法の出汁。ちなみにトカゲの尻尾など黒魔術的なものは一切入ってないのでご安心を。ベーキングパウダーなど膨張剤は一切不使用。塩や醤油なども加えず、タコの塩抜き加減だけで塩味を整える超ナチュラル仕向。しかも気温によって塩味を変えてあり、今日みたいな寒い日は強めでタコからほのかに塩味を感じます。焼き方にも相当な研究を重ねられ、固化の温度や焼く過程で生じる様々な現象を科学的に数値で導き出されました。種も仕掛けもあるマジックを極めたオーナーが、たこ焼きの種も焼き方も極められました。例えば12分かけて焼き上げたら、そのまま船には乗せず、一度ざるに上げてうちわで仰ぎます。急速に皮を冷やすことで生まれるサクサク感。一度噛むと中からじわとろな生地が溢れて皮がほとんどなくなりますが、たこ焼きを頬張って水を口に含むと一瞬で消えるので、ぜひ試してみてください。じゅわーっと溢れるトロトロな生地は、秘伝の出汁が効いてソースがなくてもめっちゃ美味しい。これは飲み物って思うくらい口の中で溶けてしまいますよ。溶けた後は大きなタコとこんにゃくが口に残り、適度な弾力がある大きなタコを噛むと、タコ汁がまたじわーっと溢れ出し、こんにゃくのプリップリ感も楽しめます。普通のマヨネーズをかけるとコクが増し、ごま油を合わせた特製マヨネーズはさらにごまの風味が増して絶妙。添えられた甘酢生姜は見た目もお口直しにも花を添えますよ。オプションは塩ネギ塩ディップや、当たりにはタコが2つ入っている当たりダコ、タコが2つずつ入っている双子ダコなど楽しいものがいっぱい。ごちそうさまでした。魔法のたこ焼き美味しかったです。食べ終えたらもう一つのお楽しみ。プロのマジシャンによるマジックショー。財布から取り出した千円札を渡すと、浮いた？見せていただいたマジックはもちろん、いろんなマジックを購入できます。実はここ、魔法の杖さんもびっくりするほど高評価。他のマジックショップではありえない購入者全員にプロがレクチャーしてくれるサービス。1時間から2時間のレクチャーでほとんどの方がマスターするとのこと。タコパの余興にぴったり。今日からあなたもマジシャンです。お店は定休日なしの14時から21時まで。土曜日のみ14時から20時まで。特徴4。作り置きは一切なし。6個700円と近辺では一番高いですが、一番美味しい状態で提供するため作り置きは一切なし。注文を受けてから焼き始めるので12分かかります。高価格でもあまり儲からない一人のお客さんに全力で接客するスタイル。儲けよりお客さんが喜ぶために根っからのエンターテイナーのお店なのです。